中学校1校、小学校3校、児童生徒数が約2100人程度になっています。自ら主体的に学びに向かう力を育成するという大きな目標を掲げてみんなで取り組んでいるっていうところです。でそのために全てクラウド化できるようなところでChromebookにしています。一人一台端末が導入された時には子どもたちにはね、Chromebookが分けられたんですが、教職員にはまだね、そこまで進んでいなかったので他社の端末を使うっていうね、状況がしばらくありました。ですのでどうしても2台を使わなきゃいけないっていうね、ある意味時間のロスっていうものが非常にあったわけですが、今は子どもと同じ端末がね配られていますので、公務も授業も両方とも同じ端末でね同時にできるってことでね、利便性はすごく上がっています。子どもと同じ端末を使うことになって研修の日常化が図れるようになったなと感じています。子どもが使っている端末 Chromebook、 それから Google の仕組みと同じものを使って日々の公務を行います。そうすることによって日々の仕事の中で、仕組みが分かってくる。そうすると活用のアイディアが生まれてくる。便利だなと思うとじゃあ授業でも使ってみようっていう発想になる。そういうサイクルが回っていって特別な研修しなくても授業が充実できるようになっていく、そんな風に感じています。Chromebook 自体にギリティがウイルス対策も含めて文科省のガイドラインにちゃんと準拠しているものがそのまま入っているって、もうその安全に使える場所も選ばずアクセスができるようになっているっていうような状態です。コストの部分でいくと値段的な部分は当初使っていたような他社端末に比べると半分以上下がっているかなっていうふうに思います。時間的コストでいくとアップデートする時間っていうのも Chromebook だとないので、そういう作業時間っていうのもかなり減っている、4分の1程度になっているので、そこの部分も大きく削減されているかなっていうことがあると思います。校内どこにいてもネットワークがつながります。ですので本当に場所を選ばずにロケーションフリーで働くことができるようになったなって感じます。例えば養護教諭なんかが熱中症指数を測ったりする時も記入するとちょうどもここで皆さん見れる。あとは毎日ね全職員が安全点検って回るんですけどね、セカンド端末とかね持ちながら回ることによって見てチェックすることでオチがないんですよ。でそれがもうすぐこっちに分かってくるので、それを最終的に自分が確認をして承認をするっていう形でね、そういった面でも便利さはあるし、安全性とかね確実性も増してるかなと思います。私が使っていて一番いいなと思うのはやはり共同編集、即時共有できるところです。クラウドの中に吉田町内や、校内で完結するものはほぼ入っていますので、目次のようなドキュメントですね、もしくはスプレッドシートから飛んでいくっていうような形で集約をしています。クラウドを使っていくにあたってチャットが軸で広がりました。子どもたちの欠席等の連絡を集約するスペースを作っていて、そこが一番使うようになっています。朝欠席等の連絡を受けた職員がチャットに書き込む。それから日中もですね事務室に電話取りますので、学校の中の一番大事な安心安全に関わる情報が即時共有できる、ここが一番軸になっています。チャットで済ましちゃうとなんか冷たい感じがするよなっていう、そうではなくて僕たちやっぱ自己開示していかないとね、今日授業でこういうことに困ったよとか書き込むことができるんだよね。そうすると見た人がアドバイスをこうしたらどうですかって入ってくるんですね。そのチャットでコメントしたことによってね、放課後に集まって話し合いをしなくても自分の空いた時間でそれが成立しちゃう場合があるので、総合的に見ると時間外の勤務が減ってきているっていう効果もね出てきています。クラウドを使っていくことによって緩やかに職員がつながっている感覚、同僚性が高まるっていうのを感じています。チャットだとか共同編集をしていくことによって自分以外の人が今どういう仕事をしているのかとか、他の学年が今どんなことを考えているのかっていうのが可視化されるようになりました。結果同僚性が高まることによってお互いに助け合えるチーム力が高まっていくっていうことが学校全体の力というか子どもたちへそれが返っていくっていう、そのためのこのツールの一つにこのクラウドの活用はなりうるなっていうのを強く感じています。デジタルを使うことでリアルが充実するような、つながるような、そういう感覚を今持っていて、それがあれば多分いろんなことうまくいくなって思ってます。
今 Chromebook プラスを使って仕事をしています。2点すごくいいなというところがあって、一つは起動の速さです。画面を開けてすぐつくというところはストレスがないなと感じています。もう一つはバッテリーの持ちです。朝充電をマックスにしておけば、子どもたちが帰って職員室に戻ってくるまではほぼ充電しなくても済むという風な生活になるので、その辺もストレスがないなと感じています。例えば授業ではノートブック LM に小学校学習指導要領を全て読み込ませています。指導案を作成するときに考えた目標が適切かどうか判断をしてもらうということを行っています。やはりこの正確な情報を知りたいとか、一人で考えた時に根拠が膨大だなっていうようなところについては AI を活用して効率的に質の高い情報収集を行うっていうところですね。そういった場面では生成 AI ジェミニやノートブック LM は率先して使っています。DX を進めることで効率化を図り、そこで生まれた余白を使って子どもたちのためになる授業だったりとか生徒指導とか教育の質を向上させていくっていうところが最大のポイントなのかなというふうに感じています。すぐ起動するとか共同編集できるとかっていうのは数秒数十秒の変化かもしれないんですけど、これが1日1分でもですね効率化されていって、それが1年間分の授業日数になっていたらものすごい数の時間を子どもたちのために使えることができるっていうふうに思っています。そこが最大の魅力というか、私たちの働き方が変わっていくイコール子どもたちのためになっていく、そう信じてクラウドを活用したいなというふうに思ってもいます。なんか今までがこうだったから今まで通りやろうじゃなくって、一番大事なことは先生たちにとって授業ができるかどうかって話だと思いますし、 ICT が苦手な人にとって可能な限り苦手ではないものを選定してあげるとすれば、子どもと同じ端末で公務をやらせてあげるってことだと思います。子どもと先生が一緒になることによってシステム上は全てクラウドになるってことですよね。でクラウドになるってことは共同がされやすいって話ですね。で共有がされるっていう仕事の仕方を覚えると共有ができるっていう先生方の学びに変わるんですよね。で学びってのは自分で学んだことしか子どもたちに学ばすことができないので、先生方の学び方が変わると子どもたちの学び方が変わっていくというような、そういった相似の構造があるんじゃないかなというふうに思います。